皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ネット上の一部の人たちが騒ぎ立てている新NISA制度は政府の陰謀だという話についての解説をしておこうと思います。この話と付随する最近の話題としては、新NISA制度が始まって株式投資を始めたんだけれども、損切りをしたもう株なんかやらないみたいな発言をしている人が散見されるということがあり、それに乗じる形で一部の情報発信者がNISA制度は政府が行った庶民から金を吸い上げるための装置で、こんな制度に乗ってはいけないというような主張をしている人たちがいます。こういった陰謀論を主張する人たちのその中身としては、不安がっている人たちにつけ込むような情弱向けのビジネスであり、口車に乗らないことが大事です。まずそうした具体的な話に行く前に、簡単に新NISA制度についてのおさらいをしておきます。金融機関などに新NISAの口座開設を行います。その口座の中で対象の金融商品などを買います。そしてそれらが値上がりした時の利益を確定した際に税金がかからないというのが新NISA制度です。これは何も無制限の資金投入ができるわけではなく、年間の投資額、そして全体の投資枠も定められていて、いわゆるお金持ちのための制度ではありません。年間の投資額としては、積立投資枠が120万円、成長投資枠が240万円、そしてそれらを合計した枠組みとしては、全体として1800万円までの投資を行うことができます。そして金融商品の保有期限については無制限となっていることから、一生涯付き合うことのできる資産運用のための非常に心強いパートナーとなります。ただしそれはあくまでも資産運用の基礎を学んで、ギャンブル的な手法ではなく、穏当な資産運用に励んだ場合においてです。というのも、現時点において新NISA制度で損をした政府の陰謀だと声高に言う人たちの行動というのは、おそらくはギャンブル的な投資にのめり込んで自分の行動の責任を政府になすりつけているだけだと私は思うからです。なぜそのように思うかといえば、投資の基本を押さえておく必要があります。投資の基本というのは長期分散積み立て方式です。勝率が多くの人たちにとって高くなると言われているこの大原則は非常に重要なもので、新NISA制度が始まったんだから今から投資をしようという人たちにとっては絶対に覚えておくべきキーワードです。新NISA制度で売れている金融商品として言えば、まず第1位が全世界株式オールカントリー。世界の株式市場に投資しているオルカンと呼ばれるもので、どこか特定の国の景気だけに引っ張られない、ある意味非常に平均的な世界的な成長を見込んだ投資信託です。ただし、現在の世界市場はアメリカ中心ですから、アメリカの株式が全体の6割程度になっています。しかし逆に言えば、アメリカ以外のところにも4割投資しているわけなので、アメリカの勢いがなくなった時には順次その中身が入れ替えられることによって、アメリカが少し傾いた時でも結局のところオルカンの金融商品自体では右肩上がりであれば問題ないという考え方です。またその他にも、いやいやどうせオルカンを買っても6割ぐらいが米国株だというのであれば S&P500 で十分じゃないかという形でアメリカの株式市場にお金を入れる人たちもいます。しかしこれもまたアメリカの株式市場全体に対するある程度の投資になることから分散という意味では効いています。アメリカの市場においても様々な業種の企業があり、決してどこかの企業だけでアメリカの株式市場が成り立っているわけではありません。そしてもう一つの投資先としては日本の株式市場があります。かつてバブルの時代の頃と比べれば現在の日経平均はようやく同水準になったわけですが、かつてのバブルというのはまさに実態を伴わない株高だったと言われており、それに比べれば現在の日本の企業は実態を伴った形での株式評価と言われています。だからこそ底堅く動くだろうと言われているわけで、オルカンや米国株式市場、そして日本株もまた平均的な指標を取れば投資先としては十分だろうという考え方があります。ここで大事なのは特定の一つの企業などに集中投資をしないということです。さてそれではいわゆる指標に投資した場合において現在は損切りするような状況なのでしょうか。
数値を見てみましょう。まずは日経平均。動画を撮影しているこの段階においては、日経平均は 38,236 円となっています。では、新NISA制度の始まった1月の頭ではいくらだったか。1月4日、33,288 円と、現在よりも5000円近く下ですから、当然のようにこの段階から積み立て投資を始めていたのであれば、日経平均連動する投資信託であれば、プラス圏になっているはずです。続いて S&P500。こちらも動画撮影時点では5127。それに比べて1月2日は4742と、やはりこちらも年初からスタートして積み立てていればプラスになっています。続いては全世界株式オルカン。5月2日時点での基準価格は 23,996 円。一方1月4日では基準価格は 2756 円と、やはりこちらも年初から買い始めているのであれば確実に利益は乗っています。つまり指標と呼ばれるような平均的なところに投資をしていればほぼ勝てている人たちばかりなので、現時点において損切りしている人たちというのは何かしらギャンブル的な投資をしていた可能性が高いというわけです。人は誰でもそうですが、より利益が上がる方法がありますよと言われれば、そちらの方に心がなびくものです。例えば今回ご紹介したオルカン S&P500、そして日経平均といった指標に連動する形での投資信託というのは決してこれにさえ投資すれば大金持ちになれるというような金融商品では全くありません。いわゆる10年、15年、20年といった長期投資をすることによって、その間に起こるであろう景気やもしくは何々ショックと呼ばれるような暴落騒ぎも乗り越える形で、最終的には利益を乗って右肩上がりになるでしょうというような、より多くの人たちが利益を得られるような再現性の高い投資手法です。では、これらの人たちが満足できない、もしくは他になびいてしまう理由というのは、いやいやこのような投資手法だと大した利益にはなりませんよ。せっかく NISA 制度があるんだから、もっと稼げるような投資手法を取るべきですと誘う人たちがいるからです。例えばその一つがテンバガー。購入した段階から10倍ぐらいの値上がりを目指すような株ばかりを狙おうというような投資手法があります。いわゆる成長株、これからどんどんと成長し、それに伴って評価額も上がっていくだろうといった企業などをいくつか選別し、それらに集中投資するというやり方です。なぜそのようなやり方を進める人たちがいるかといえば、自分はうまくいった、あなたもできるはずだといったような誘い文句があるからです。実際株式市場においては中上級者の人たちがそのような業績やもしくは業界動向などを読み切る形でうまく個別企業株を買って大儲けをする人たちというのも存在します。しかし私はそのような手法は全く進めません。なぜならばそのようなやり方は結局のところその人だからうまくいったという個別のケースであり、多くの人たちにこういった手法でうまくいきますよとは当てはまらないやり方だからです。こうした一部の人たちが成功するやり方というのは多くの屍の上にほんの一握りいるだけのレアケースの場合がほとんどなのです。ましてや新NISA制度が始まったから投資をしようというような初心者としては全く進められるものではありません。彼らの言い分としては、例えば新NISA制度で成長投資枠は1200万円ある。毎年240万円分買って1200万円。それが10倍になれば1億2000万円。新NISA制度であれば、その利益額に対しても非課税なのだから、あなたはこれで大金持ちだというようなことを言うわけです。しかしこれはあくまでも理想的な全ての投資がうまくいった場合の話であり、非常にギャンブル的な投資のやり方だということを覚えておく必要があるでしょう。そしてインターネット上ではいやいや私はそこまでのことはやっていないんだよと言いつつも、すごく損をした新NISA制度は政府による陰謀だったというように感じる人というのは、目先の上下動というものに非常に心を揺さぶられていることからリスク許容度を超えているといった問題があります。投資をする時のその前提条件としては、まずは自分の生活を脅かすような大金は投入すべきではないという
原則があります。まず第一に家計管理を行って黒字の家計が習慣化されるようなことにまずは日々のお金のやりくりをしましょう。その上で自分の身に何かがあった時のことを考えて生活防衛資金としてできれば半年から1年分程度の貯金をしていきましょう。その上でお金が上回ってくる部分を投資に回せばその投資による上下動というのは日々の生活にほとんど影響を与え合うものになるはずです。ですから株価を見て自分の金融商品の日々の値上がり値下がりを見てこんなに下がったこんなに上がったというのを日々繰り返さないでもいいようになるのです。逆にそのように今日はいくら下がった今日は何%下がったといったような日々の上下動に悩まされるという方はそもそも自分のやっている投資手法が十分に理解できていないか自分のリスク管理許容度を超えているといったことを自覚する必要があるでしょう。見直しをするべきポイントです。なお、ここまで言っておいてなんですが、もう一つだけ注意ポイントがあります。現在はたまたま新NISA制度のスタートからオルカンにしても日経平均にしても S&P500 にしても値上がりしています。しかし、経済というのは必ず好景気、不景気があり、購入し始めた後から少しずつ右肩下がりの状況になって、なかなか上向きにならないなという日々にも入るものです。しかし、重要なのは一番最初の原則である長期分散積み立てを守ることです。なぜならば、景気というのは自分の人生の中で何度となく上げ下げするものであり、そのような好景気の手前から好景気の頂点までを取って不景気の時に入る時には投資をやめておこうといったことを自分の中でうまくできる人なんて基本的には存在しません。もしもそんなことを100発100中で当てられる人がいるというのであれば、それもまた非常にレアケースであり、多くの人々にとってはそんなことは無理だと自覚する必要があります。ですから、できないことをやろうとするのではなく、多くの人たちにとって勝率の高まる方法としての長期投資といったものが目先の上げ下げに悩まされないで済むやり方なのです。そして、じゃあ指標以外に投資しちゃいけないのかといえば別にそういったわけでもありません。ここで何度となく出てきたリスク許容度なのですが、人によってそれは全く異なるものです。ですから、全世界株式や日経平均、S&P、この3つをそれぞれ分散した上で、さらに個別株の枠を自分の中で定めるというのも一つの投資手法です。例えば、これからの経済の動向のことを考えると、インドの株式市場はきっと伸びるに違いないと思っている方の場合であれば、インドの株式市場に対する投資信託などを購入するのも一つの手でしょう。しかし、それはあくまでもある程度パーセンテージを決めた上での投資が良いでしょう。例えばこれからインドが伸びるんだからインドの投資信託に 100% 全突っ込みだというのでは結局のところそれはインドという国に対する集中投資であり分散とはちょっと言えないものとなるからです。また投資信託や ETF といったものだけではなく私の場合だと高配当株投資もしたいんだという場合であれば、それもまた全力投資ではなく、自分の中で全体の何%ぐらいにしようかという上下動が起こることを前提としたリスク管理を行うべきでしょう。そして最後に押さえておくべきポイントがあります。最終的に決めるのはあなたです。決して誰かに自分の判断を委ねないでください。今、インターネット上では新NISA制度が始まることによって新たな参加者がたくさん出てきています。そしてこれらの人たちのお金を吸い上げるという詐欺を行っている人たちがいます。これは陰謀論ではありません。ネット上の Facebook や様々な SNS 等に詐欺への入り口広告が掲載され、多くの著名人が勝手に写真を使われた、勝手に自分かのような宣伝広告や入会案内などがされており、実際に被害者が出ているといったことが繰り返し報道されています。これらの手法としては、まずは信用やもしくは気を引くような人物を勝手に宣伝広告の顔にして、その後は生成 AI やもしくはアルバイトなどを使うことによって、あたかもあなただけの専門的な株式投資アドバイザーのようなことをして、あなたのお金をどうぞ私に預けてください。私が運用してうまくお金を増やしますよ。みたいなことを誘ってきます。
将来のことを考えると今手持ちのお金を増やしたいなという人たちに対して、私だったらこんなに増やせるみたいなことを力強く言われると、ああ、この経済アナリストの人たちが言うのであればきっとうまくいくに違いないと大金を預けてしまうといったことが実際に犯罪として起こっているのです。ですからそのような手法に引っかからないためにも、あくまでも自分が勉強してその上での判断を行う、そのような大原則の中に長期分散積立投資を組み入れることによって、うまく自分の生活の中に長期投資といったものを組み込んでください。なお、私は現金一択だといった人は、逆に言えばそれは日本円に 100%、しかも金融商品としては現金というものに対する集中投資を行っているという見方もあります。為替の変動で言えば、円安、円高といった問題もあり、現金の価値といったものも実は変動しています。また、物価高といったものもあれば、当然のように同じ金額あったとしても、それによって買えるものがどれほどなのかについても、これもまた変動するものです。このあたりのことも考慮しつつ、新NISA制度をうまく活用することが多くの人たちにとって必要だと私は思っています。ぜひとも、新NISA制度は政府の陰謀だみたいな話をしている人たちの主張には耳を貸さず、まずは自分で勉強して家計管理、その上での新NISA制度の活用を考えてみてください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見終わった方は評価ボタンのクリックと情報の整理整頓に役立ったなと思う方はスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。